最初は健太出立君今シブ分の最終録音書を取った時は小仙さんと一緒のやっぱり立体音響古賀さんがまあ普通に買えばいけますよみたいな感じだったんですよ。行っちゃいなよみたいな感じだったんで、メルカリで買ったスピーカーから始まったかもしれないですけど。マジですか。名古屋の立体音響カフェも24個なんですよ。24個ですね。小仙さんの作った作品が聴ける。はい、レコーディングエンジニアの小賀健一です。白マニアチャンネルゲストの小仙さんです。どうも小仙です。お願いします。プロデューサー、サウンドプロデューサー、作曲、編曲やってますね。はい。ギターも弾きますね。はい。です。で、ちょうど今日も、隣でまさにドルビアトモスミックスを仕上げるっていうことがあったんで、里来れると。でも朝突然そろそろ撮らないとって LINE 来てて、でそれで思いついて僕京都土日行けますって言って、今日小仙さんいるよみたいなそんな感じなんですよ。そうネタが今ネタっていうか取りだめてたネタが今ないんで、なるほどちょうど小仙さんいるなみたいな。もう光栄です。で土曜日はまた誰か会うなみたいなので、そういう感じでゲストが決まっていて、この本当そんな気分いつでも出てください。本当ですか。一応マネジメントの確認いるのかなと思って、もう大丈夫事前確認。そう小仙さんとはですね、年齢も近くですね。でも出会ったのは実は比較的最近何年前ですかね。これで見ると21年じゃないですか。じゃあやっぱ21年、じゃあ4年、まだ4年ぐらいですね。そうですね。4年ぐらいもでも経ったんですね。そうですね。絶賛コロナ禍でしたからね。そうですね。そこからのお付き合いで、最初は健太出立君のサウンドプロデュースをやってて、で僕がそれのアトモスミックスの依頼が来て、でそれで始めまして、でその後に普通のレコーディングとか撮りも一緒にやって、そうか、だからあれですよね、自分の自慢になって申し訳ないですけど、録音書を撮った時に今週分の最終録音書を撮った時には小仙さんと一緒の。そうです。その健太出立君の20歳のソウルのね主題歌か。まさにそうですね。で時もうアトモス前提に撮りましょうって言って撮りましたよね。あれビクタースタジオですよね。ビクターですね。サザンスタジオですね。サザン部屋だ。サザン部屋です。サザン部屋で撮りましたね。あれストリングスの撮り音すごいめっちゃいい感じですよ。今聞いても結構いいですね。今ストリングスとボーカルだけのバージョンちょっと作ってほしいぐらい。そう話しました。作りましたよね。2人でピアノとストリングスとあれだけにして、これめっちゃいいなって勝手にステムで遊んでた記憶があります。ジャスミンって曲ですね。ジャスミンって曲。それでセミナーもね何回かやらせてもらったし、ノイマンのセミナーとかインタービーのセミナーとか。そうですね。で小仙さんも見に来てくれたりしてて、そんな4年ぐらいの付き合いなんですけど、なんでこんな急激にグッとやるようになったかっていうと、やっぱり立体音響ドルビアトモスだけではなく、我々は360リアリティオーディオも、だってなんなら古賀さんに会ってからますます、てかその頃にちょうど多分初めてドルビーのドルビー本社のなんだセミナーみたいなの行ったんですよ。セミナーっていうか日本のその説明みたいな、レコード会社の人の紹介で、立体音響すごいなと思って、その後でちょうど360も確か行ったんですよね。その見学っていうかセミナーっていうのかな、そのソニーでの説明会みたいな。そうでその直後ぐらいに古賀さん会ったんですよ。で古賀さん会って、これなんかね、古賀さんが普通に買えばいけますよみたいな感じだったんですよ。スピーカー買えばいける、行っちゃいなよみたいな感じだったんで、これ行っちゃえるかなと思って、最初は本当ね、メルカリで買ったスピーカーから始まったかもしれないですけど。マジですか。でもでもその1年後ぐらいには普通にあれですね、7.1.2 になってました。ジェネレックでね。しかもね。その前どんなちっちゃいスピーカーなんですか。その前はね、ちっちゃいっていうかね、ソノダインっていうスピーカー持ってて、ソノダインをメインに2つポンポンと置いて、それ後ろとかはね、フォステックスかなんかでとりあえずサラウンド組んでみたんですよ。
それはじゃあ51を組んだってこと51まず51を組んでみて、でちょうどその頃51それ劇版なんかの劇版で51をこうちょっとシミュレーションしなきゃいけなくて、それで急遽やったんですよ。でサブウーファーとかなんならその当時仕事してたディレクターさんが持ってた、普通に家用のなんかテレビとか用のサブウーファーをつないで、まあローだしいいだろうみたいなやったんですよ。サブウーファーは本当にハードオフとかで売ってる何千円から始めていいんですよ。全然意外に最初はね、特に劇版はそのなんかなんだろう、音域っていうよりこう空気感みたいなところだから、そういけるんですよ。結構この3000円から6000円ぐらいのサブウーファーをなんなら同じの2台買ってきて2台鳴らせばいいから、そういうのでいいんですよね。そっからスタートしてますね。それじゃあもう2020年ぐらいから？それ2020年ぐらいですね。はい。最初にその 5.1 で組んでみたのは。そう。Apple Music 始まってすぐぐらい。そうですね。でもやっぱり本当やっぱジェネリックさんなんだ GLM、あれ結構感動級のピタッと合うじゃないですか、センターとかも。もうそれジェネリックだなと思って。ジェネリックノイマンもいいけど。ノイマンもいいですけど、まあノイマンは最近なんですよ。その時なかったんですよ。ノイマンなかったんですよ。ジェネ一強みたいな感じですね。そう。まああとトリノフ入れるしかないみたいな。そう。サウンドリファレンスもソナーワークスもまだ出てなかったと思います。そうですね。多分。そうですね。出てなかったかな。マルチはまだ出てなかったと。出てなかったです。マルチ出てなかったですね。そうめっちゃ早いですねやっぱ。そう思うとね。やっぱなんかまあコーネリアス好きなんで。サラウンドね。やっぱサラウンド素晴らしいなと思ってるんですよ常に。サラウンドで表現するものって。なるほど。そうやっぱコーネリアスさんのね音源今もなくなっちゃったかもしれないけど、売ってましたよねいい音響かなんかで。今いい音響っていう名前じゃなくなっちゃったかも。今音響がいろいろこうCG になってどっかのメーカーなんか変わったけど、そうですね。数点なんか劇版とかもちょっと売ってたんですよ。本当に売ってた僕も買ってた。何個かしかないけど5.1 をひたすら調べて広角機動隊広角機動隊ありましたコーネリアスさん僕持ってます。あとなんかいろいろ普通の劇版の全然コーネリアスちゃん以外もいろいろあって、クラシックとかも海外もあって買いましたね。それをミックさんとか撮ってるやつ。そうですね。沢口さんとか撮ってるやつとかも。そう聞いてましたよ。ああいうあれ聞くとやっぱりやりたくなりますよね。やりたくなりますよね。ああいうことあれ聞くと、はい。わかる。そうか。でもこう勇気持てますよね。ちゃんと買わなくてもまず始めることが大事。間違いない。本当そうっすよ。間違いないですよね。本当そう。ハードオフでマジでスピーカー集めてきて、やればいいと思う。ね。本当にアンプだって別にね。そんなに最初はまずまあ立体音響まで行くとなんつうのそのドルビーアトモスのバイノーラルを落とし込む空間オーディオまで行くとちょっとあれだけど、劇版はサイドのスピーカーのスペックが落ちてても全然いけるし、まあ雰囲気もわかるから、まずはこう置いてみるっていうのはね、すごい僕もたまに言いますが本当 4.0 でもいいから、まあセリフは最悪ファンタムでいいから。4.0 でも多分初めて聞いたら結構感動しますよね。それなりにこの辺にいるみたいな、後ろにいるみたいな感じしますよね、たまにね。でも高校生の時にだって普通に LR を数珠つなぎ直列でつないで後ろに置いてそれで気持ちいいってやってましたからね。かわいい。それでベースとかギターの練習してましたから、コンポからガーン出して。コンポからやってた。コンポからやってた。なんかたまにサブウーファーアウトみたいなのあるコンポもあって、サブウーファー買ってくると4点チャンネルする時は2だけど、2.1 ですけどそういうのができるという、すごいそうなんですよね。で小佐さんもともとデビューしてたんですか？そうなんです。僕一番最初はピーキーソルトってバンドにいたんですよ。ピーキーソルト。はい。まあ同級生バンドです。いわゆる普通に。それデビューですね。何歳でデビューしたんですか？それ22とか3とか。早い。いや。22？でもその時はあれですよ。もう20まあ22、23でデビューとかって業界的には遅いからって言ってましたよ。その大人に言われましたよ。そうなんだと思って。レコード会社どこだったんですか？一番最初バップです。わあ、日テレ系。まあそうです。バップ。前長谷川さんとの対談でもねバップ出てきたと思う。サウンドインがもともとバップだった。はい。ちょっと劇版に呼ばれてたんですかね。呼ばれてたっすね。その時からね何か。そう。マキシマム・ザ・ホルモンとかいましたよ。バップ。そうなんですね。そうなんだ。それでその後に作家になったんですか？もう
その後にそうですね作家になりましたね。普通のいわゆる職業作家、歌物のとかコンペ出して。ギターのサポートとかもやってたんですか？サポートそもそも僕ね、その最初のバンドではベーシストなんですよ。ああ、それなんか聞いた。思い出した。僕ベーシストなんですよ。あ、ベーシストなんですね。もうベースなんて10年ぐらい弾いてないですけど、まあ弾きますよ。今でも弾きますけど、自分のやつで。あ、ちなみに僕もベーシストなんです。あ、おめでとうございます。お疲れ様です。田舎あるあるですけど、単純にギターからベースに行った人間ですけどね、僕はね。そう、そうですね。なんかベースって難しい。難しいですね。今しかも上手い人本当に多いし、今の競争率には全く勝てない。ね、はい。確かに。そう、ギター好きだったんでギターで。ベーシストでじゃあデビューして、はい、でこの後いろいろやってるのもなんか2回ぐらいメジャーデビューしたんですか？その後は作家とかやりつつやってて、で僕は先輩っていうかすごいこうよくしてもらった先輩たちがリップスライムっていうヒップホップグループだったんですよ。で結構クラブで遊んでもらったりとかもしてて、すごく先輩としてすごく可愛がっていただいて、そのリップスライムのイルマリさんっていうラッパーがいるんですけど、イルマリさんがすごく仲してもらって、イルマリさんがソロでバンドをやるっていう時にメンバーと兼作曲家みたいな感じで誘ってもらってて、その時に思い切ってギターになったんですよ。じゃあ逆にリップスライムのお手伝いもしてた？リップスライムのお手伝いしたことありますよ、全然。はい。レコーディングとかも。レコーディングもやったことありますよ。リップスライムの曲に参加したこともあるんで、なんなら。僕結構リップスライムの TD とかアシスタントついてましたよ。でも、すごい初期の頃はね、まだ僕、全然出会ってなかったんじゃないですけど、やはりそうですね。そうなんだって、中目黒。そうそう。事務所ですよね。田辺エージェンシー近いから、青羽と田辺エージェンシーめっちゃ近いから、よく田辺エージェンシーの方来てて、大体ミキサー少女さん時ですね。少女さんですね。そうでした。じゃあもしかしたらなんか合ってたかもしれないですね。合ってたかもしれないですね。そうなの。でも今はなんか劇版作家みたいなイメージも小瀬さんあって、そうですね。それなんでそういう幅広いんですか？今日の音楽もそうなんですけど。劇版好きっていうとなんかざっくりしちゃいますけど、僕映画好きなんです、僕。映画のバンドやる前はそもそも映画を監督になりたかったんですよ。てか映画を撮りたかった。監督になりたい。そういう学校に行ってたんです。なんなら俺。そういう勉強してたんです。海外にいた。そう。別に音楽アメリカですけど、そういうアメリカのそういう大学に行ってたんですけど、そう。でもなんか映画好きだった縁もあって、でなんで劇版やったかっていうと、やっぱりこう映画好きなんですよと、映画の音楽とかすごい好きなんですよってなんとなくちらほら言ってたりもしたし、そしたらずっと本当お世話になってる、僕の所属してる事務所の社長がいろいろ紹介もしてくれて、監督さん、とある監督さんに知り合って、その監督さんと、うちの社長が音楽プロデューサーでもあるんで、うちの社長は、その縁でじゃあまずスピンオフのムービーからやってみるかとか、最初は本当にウェブムービーからとか、そういうところからちょっとずつやらせていただくようになって、ちょっとずつですよね。逆に最初だとやっぱウェブムービーだと2ちゃんですよね。2ちゃんです。全然。5ちゃんはあんまりない。そうですね。最初に映画やらせていただいた時も、納品は 5.1 ちゃんでしたけど、作った時は全然ステレオでした。ステレオだし、5.1 にしたのも多分アップミックスだと思う。やっぱ一緒ですね。僕も最初はそれはアップミックスでしたね。2ちゃん 5.1 ができないから2ちゃんで納品して、映画のエンジニアさんに 5.1 にアップミックスしてもらってましたね。それで20歳のソウルの時に、でももう劇版は終わってたんですよね、僕出会った時に。そうなんですよ。主題歌で出会って、健太君の主題歌でやって、その時も51が終わってて、でも51は森本さんがね、ミックスしたからめっちゃそれ映画館で見てもめっちゃいい音で。そうなんですよね。でもその後20歳のソウルはアトモスミックスを最初からして、で51も納品、劇版用に主題歌に51納品して、ダビングステージも行きましたね。行きました。葵の日活葵はねアジカンで行きましたね前。
日活はでも昨日日活の人いっぱいいましたよ。あ、マジっすか。いっぱいご挨拶しました日活の。昨日はその映画の人たちの懇親会って言ってたんで。綺麗になるんでって言ってました。今綺麗にしてるんでって言ってましたよ。いやでも素晴らしいスタジオ持ってて。オーロ 3D 対応した。オーロ 3D 対応した。俺持った俺も。そこにマニアックだと。オーロ 3D のダビングステージが日本にあったんだって。ありましたね。そうどこに映画館あるんだろうってずっとその後思ってたらまさか富山にあったんですよね。あ、そうなんですか。富山市内のオーロ 3D の企画でまず俺音源ちょっと聞いたことないかもしれない。あります。AV アンプオーロ 3D モードありますね。あっちの方が長方形なんで立方体になるんでアトモスとか360は球体なんですけど結構やっぱ音楽に合いますよ。やっぱライブとかも長方形じゃないですか会場も。意外と音楽合う。僕もそんなにめちゃくちゃ聞いたことないですけど。オーロ 3D もどうなるんだろう。ギャラクシースタジオが潰れちゃって今どこか買ったんですけどその聖地にオーロ 3D 作ってる今からどうなっていくのか分かんないですけどそうなんでその後健太君で何作品かやった後に最初にそうだ 360DITO でもその健太君がソニーだったからやらなきゃいけないってなって。アトモス作るんだったら360もやらなきゃいけないっていうのがあって360も結構早い時期に360そうですねやりましたよね。比較的その360すごい早い時期だったと思います。ですよね。僕もその360っていうのができました、体験しませんかって言ってソニーさんに言ったんですけど、それ結構本当早い段階だと思います。で結構その360のを作るソフトウェア、ソニーさんからありがたくいただいたんですけど、あれ本当いただいたのもだいぶ初期の人だと思います。そうですよね。だからアーキテクトの後に360、今はウォークミックスだけどその前なんか違う名前だったんですよ。違いましたね。だからそのアーキテクトの後に360っていうプラグになってからの多分最初ってことですよね。そうそれでもうジャスミンを最初360やって、で劇版やったんですよ。その後に20歳のソウルを日本初の360劇版作品なんですよあれ。おそらくそうですね。でそれをやりながら健太君のアルバムも360にするっていう。それもしましたね。もうあの時そうですね。2人で頑張りましたよね。まさにこの部屋で劇版もそうレベル3レベル2レベル1レベル 0.5 っていうのを4つ聞かなきゃいけないの。1曲を4バージョン書き出すから、それをじゃあ僕は3と1聞くから、2と 0.5 聞くとか、そうですね、書き出した順に渡してノイズ乗ってないかとかね。当時はなんか本当にねこういうこと言うとまたチュービーさんに怒られるけど曲の最後突然音が全部なくなるとか余白が変わるとか、結構あってノイズ乗ったとか、うわなんだろうみたいなのが結構ありまして、大変だった。だってあの時本当にバージョンなんだろう 1. 何とかとかそんな次元ですよ。なんかね 1.2 ぐらいまでいったんですけど4バージョンぐらい戻してやっと安定してで当時まだリミッターもないからレベルも入れられないし、そんなにだから結構いろいろ大変だったし、あとエンジニアさんが僕じゃない曲もあって、そうですね、ソニーでやったやつとそうですね、イギリスやったやつメトロポリス、そうそれもありました。メトロポリスで作った360ありました。そうもあって、あったでもそれを全部一緒にマスタリング要は最終的にまとめる術が実はなかった、360には。でだからそのミックスした人のところに行ってこのレベルで仕上げてくださいこの流れだとっつってもう一回そのソニーの高山さんだったかにお願いして大体この流れでいくとラウドネス 12. 点いくつくらいなんでこれですいません最終レベル取ったファイルもう一回くださいって言ってそうでしたね、アルバム作ったんですよ。そうだってマスタリングアルバムを出さずになんか単曲ばっかり出てたの、そうですね。1曲はできるしその 2,3 曲もできるけど十何曲劇版なんて30そうですね、曲ぐらいあるようなやつのトータルのレベル感を整える術が当時なかった、マスタリングできませんって言われたもん、今もできないんだけど厳密には。だからそれでやり方を確立して、それでセミナーでも言ってたそのサンジャンビソニックに全部入れるっていうやり方を編み出して、でマスタリングできるように、書き出しとかでもなるべく効率よくいけるように。大変でした。お疲れ様でした。なんかわーってなってましたよね。
古賀さんめちゃくちゃだって最後疲弊して車で送ってきましたよね。古賀さんその日、古賀さん普段車で送ってくださいって言わないんだけど、その時じゃあいいですかとかっつってめちゃくちゃ疲弊してた。5分車だったら5分ぐらい。5分。いつも気分転換で25分ぐらい歩いて帰るから基本大丈夫ですって言うんですけど、そうですよね。なんかいろいろね。でアトモスもだからいっぱいあったし、あとそうこの間名古屋のカフェ立体音響カフェも古仙さんに声かけてもらって、僕とあと橋本さんで、和歌山の橋本さんと一緒に24個のスピーカー24個ですね確かスピーカーで古仙さんの作った作品が74分間の作品が聴けるっていう、今名前変わって未来タワーの中のアリソンカフェだ。はい。オーナーが有吉さんだからアリソンっていうちょっとダジャレ的な。ねスイーツ美味しいですよね。スイーツ美味しい。音響本当素晴らしいんですよねあそこね。天井から降り注ぐ。古仙さんのホームページにねその時の写真とかその情報出てるんで、僕がなんかいろいろ取りためてた環境音とか古仙さんも取ってきてくれて、それで混ぜてでいろいろ音楽とねズームであれ楽しいですよ。楽しいですよね。あれ楽しい。俺だってどっか地方行くとき必ずあれ持ってってますよ。持ってってるけどやっぱ場所にもよるじゃないですか。意外に自然の中かなと思ったら意外にそのホテルとかの空調が聞こえてたりとか遠くの車道の音が意外にうるさかったりとかあるんですけど、すごい自然の音を収録するっていうのはすごい楽しい。ね、楽しいですよね。あれ良かったですね。夜の鈴虫の音めっちゃ良かった。あれ岩手の山奥の。あれ良かったですね。そうでなんか僕はその二次アンビソニックを買ってボヤージュオーディオの携帯そのために携帯も16に買い替え要は USB-C じゃダメだから、最初だってこれで持ってってこれとマイクを置いて30分ぐらいどっか行くとかやってたけど、普通に考えたら危ないじゃないですか。確かに。でみんな見ていくからこれなんだろうみたいな。ズーム置いてても見られますけどね、これなんだろうこのもしゃもしゃして。みんなここでその周りに集まって喋られるから喋ってダメですっつってこれ何みたいな忘れ物みたいになるからおばさんたちがそんなことをねなので名古屋の方はぜひ未来タワーだから名古屋テレビ塔の3階なんかホテルが上にあるんですけどホテルに泊まらなくても普通にお金を払わなくてもスッと行けるのでそうですアリソンカフェ行きたいですって多分言えば全然入れます。入り口あれちょっとね難易度高いですよね。でも素晴らしいいいっすよ。カフェとしてもインスタもねめっちゃ美味しそうなんだよな。おしゃれなねスイーツ美味しいですよ本当に。パティシエそうパティシエちゃんといて人が作ってるっつってね。アリソンまた名古屋行ったら行きたいんですけどさっき名古屋の仕事なくて。名古屋の仕事あります？名古屋の仕事ありますよたまにバンドとか。行ってくださいぜひ。アリソンカフェあれスパットでやりましたよね。スパットでやりますね。スパットアルティメイトで。スパットっていうのは本当結構自分の中で今ホットで、まあちょっとあれを俺が極めるかって言ったらちょっと分かんないけど30万プラス WFS オプションで40万しますから、ね、あれはだってどうにでもなるソースじゃないですか多分、どうにでもなる、その部屋に合わせてチューニングできるっていう、すごい技術だなと思ってね。でも最初本当音出なくてスパッとやった時に、でもさすがにこういう機会をもらえると、ちょうどゴッツさんの展示とかでも使わざるを得ない状況に自分を追い込むと覚える、でポンポンポンって続いたから今結構違和感なくやれるようになりましたね。うちのニスタもスパッと使えるし、で今回今やってるちょっとまだ言えないんですけど今やってるプロジェクトもスパッとありき、スピーカーがそのドルビーみたいにレギュレーション通りにその場所に置けるっていう確証がないわけ、そのカフェとかそういう展示の時も。だからそういう時は結局スパッとでスピーカーの位置を入力してその辺りから音が出るようにしたり、最後にちょっと詰めが結構できるんで、あれってもうだからスピーカーの位置適当に置いてそこで、そこのベストな空間を作れるってことですよね、簡単に言ったら。それってすごい技術じゃないですか。すごい、今やね JBLグループとハーマングループになったからあれですけど、でもこの間あれも来てくれたじゃないですか、インタビューでセミナーで名古屋で作った音楽をその
インタービーの時の JBL の結構数ありましたね、スピーカーね。ありましたね。うわ、横壁並んでて。あれいくつだった？ 9？ もう覚えてない。30個ぐらいあった気がしますよ。3列ありました。あ、そうだかも。そうだったかも。そっかそっか。考えてみればすごい企画ですね、あれ。急遽言われてやって、でも小瀬さんちょっと小瀬さんも来てって言って。あれ面白かった。なんか小田さんなんかやってますよねスパッとでみたいな、急遽なんかこれ人がいなくて、いないですよね。僕とか橋本さんとか本当芸大生とか一部の人しか使ってないから、スパッとでもなんかね、なんか資格みたいにしてね、やったら仕事になりそうですけど、もっとなんか広がりそう。スパッとだけで呼ばれる、じゃあいいじゃないですか。いや、まああれはだから作曲クリエイトする段階で、必要かって言ったらちょっと重そうだし、なんか難しそうだなと思いますけどね。確かに。まあでもサラウンドを見越して音楽を作るっていうのは一つなんかここ 2,3 年でテーマとしてすごいありますよ。古賀さんと出会ってから。いや小瀬さんのミックスもアトモスミックス出来上がってるからいつも超楽だし、やっぱ助かったのは当時その健太君のチェックの時も僕も一部屋しかないから、ここでいい音でも他でどうなるかわからないから、小瀬さん家にいてもらってできたら ADM やってで聴いてくれて、で途中でね714にしましたね。714にしました。7.1.2 から714になりました。今714ですよね。714です。でこっちは GLM でバシッて揃ってるし、僕はその時まだトリノフもなかったから、よく小瀬さんに意見もらってやるとすごいもう楽だったし、チェックもね両方こちら MP4 聞いとくんで、スピーカーで聞いといてくださいみたいな効率よくねできるんでね。次やっぱ 7.1.6 かなってさっき言ってましたね。さっき言ったけど思ってます。9ではなく上を6にしたい、まず6からかなって。どうですか？いやいいと思います。なんか上はすごい上4つじゃなんか足りない、やっぱ真ん中の情報はすごい重要だなと思いました。まさに今やってるような企画とかそのアリソンカフェの時も思いましたけど。そうですね。やっぱファンタムで真ん中ができるよりハードで音楽ができる方が全然違うんで、そしたら僕逆にコセンさんのシステムを多分みんな気になってると思うんで、どういうものを買えばいいかって一つの参考になるかなと思って、それをちょっと作曲家目線的なところで言えば、この後聞こうかな。どうしてもエンジニア目線だからぜひぜひ。スピーカーのスペック、オーディオインターフェースはデノンさんのね一番安い機種とかでも51とかからでも全然始められますよね。ここからだいぶ幸せですよね。上に置いてみるっていうのはね、もうミックスしやすくて EQ もある程度できてるから楽ちんさせてもらってますけど、いやミキサーにはなりたいとは本当思わないんです。思わないですか？俺は思わない。ホセンさんと劇版やりたいなっていうのはちょっと僕のやりたいですよ。本当夢なんです。アトモス劇版やりたいですよね。やりたいですね。アトモス劇版ね。